皆さん、トレモロ弾いていますか？練習の調子はどうでしょうか？今回は今までの動画のノウハウを全部混ぜて2024年7月7日現在完全版トレモロ奏法解説動画をお送りいたします。トレモロ解説といってもフレーズを紹介したり、ここをちょっと気をつけてくださいとか、そんなレベルじゃ全然ありません。指の仕組みから脳と感覚の関係、力の使い方、さらにそこから指の動かし方と細かく、本当に細かくゼロから解説していきますので、結構動画は長いです。まずはビールでも飲みながら1回通してみてください。そして2回目にビールではなくギターを持って最後までゆっくり見てみてください。チャプターをつけています。すべてに重い重要な理由がありますので、まずは飛ばさずに見て、2回目以降にチャプターを使って必要な場所に飛んでください。トレモロが弾けるノウハウをぎゅーっと徹底的に解説していますが、練習するときには一歩一歩できてから次のステップへ行くようにしましょう。トレモロ奏法はものすごい難しいです。何せ1本の弦を3本の指で順番に弾かなくてはいけません。私もすごい苦労しました。またこの高音源がですね、もう音が揃わない、リズムも揃わない、全然できる気がしません。本当に恐ろしい奏法です。やはりそこはですね、まず認めて認識しなくてはなりません。トレモロは上級テクニックだということをですね、これを認めるということは、認識するということはとても重要です。一石一鳥でできるものではありません。私もここら辺まで弾けるには20年かかりました。おいおい、20年もかかるのかよ。それは大丈夫です。安心してください。それはちゃんとした知識や練習方法を知らなかったからですね。ただし、ちゃんとした練習方法、知識を持っていたからといって、それを実践したからといって、すぐに弾けるものではありません。上級テクニックなので、無理なく弾きこなすというのは結構大変だということを忘れてはいけません。その理由として、全然良くならないよとくじけてしまうからですね。ほとんどの人がやっぱりこれはもう思ってしまいます。もうめっちゃくちゃ気持ちはわかります。その時に思い出してください。トレモロはもう本当に難しい技術なんだと。ちょっとやそっとではうまくならないと。あいつは20年以上もかかってるんだ。2つ目の理由は練習を急いでしまうということです。すぐには完成することがないのに、すぐ結果が欲しくて無茶な練習をしてしまう。もうこれもめっちゃくちゃわかります。しかし、しっかりしたテクニックのブロックを一つ一つ積み上げていくことがなんだかんだ一番早くて正確な上達方法なんです。適当なテクニック、曖昧なテクニックをこう積み重ねていったらどうなるかはもう皆さんわかりますね。途中で崩れてしまうか、もうグラグラでもう上にもうブロックを乗せることができなくなってしまう。つまり上達の頭打ちが早いということですね。しかし目では見えにくいこの技術のブロック、これの積み重ねはなかなか分かりづらいんですね。なのでブロックの形が悪くてもどんどんそのままにして上に積み上げていってしまう。上級テクニックは一つのテクニック、トレモロというテクニックではなく小さな技術の塊ということを覚えておいてください。脱力や親指の動き、人差し指の動き、薬指、小指、中指、手の角度、腕の角度、数えきれない細かいテクニックが合わさってやっと出来上がるテクニックなんです。上級テクニックは一つのテクニックではなく小さなテクニック、技術の塊。いやー、これは名言を作ってしまいました。かっこいいですね。上級テクニックは一つの技術。トレモロ奏法の鍵は何といっても脱力した時に揃っている A、M、I、そして脱力した状態からフォームを崩さず指を曲げる動きですね。これから解説する内容は以前の動画でも解説している内容を含んでいますが、さらに詳しくなっていますので、一度見た人ももう一度復習も兼ねてみてください。まずは指のことを知りましょう。まず手を出してください。そして脱力しましょう。脱力した指の感じはこのように曲がっています。この脱力した感じを頭に叩き込みましょう。これが全ての始まりです。
今、人差し指、中指、薬指は揃っていますでしょうか？この揃い具合もトレモロではとても重要です。一度指を伸ばしてみてください。そして各指の根元を少し開いて曲げると、中指が一番短くなると思います。もう一度伸ばして、今度は根元、閉じて曲げてみると、だいたい一列に揃ったのではないでしょうか。力を入れて指を曲げている人は、この根元が開いてしまって、綺麗なフォームを作れていない可能性があります。ちょうどまっすぐになるように、指の根元や指の動かし方をちょっと研究してみてください。脱力した状態で各指を動かしてみましょう。まず人差し指ですね。時々中指が一緒に動いちゃいます。次に中指です。こちらもちょっと薬指が動く時があります。次は薬指ですね。これはもう明らかに小指が一緒に動いてしまいます。親指はもう全然他の指は動かず独立した動きですね。このように特定の指は動かす筋肉、筋みたいなものがつながっていて一緒に動いてしまうんですね。このことを理解していないと悪いフォームで演奏することになったりします。例えば小指をこのようにして薬指を曲げたり、小指を曲げすぎて薬指がちょっと動きづらかったり、特に薬指と小指の関係は非常に重要です。小指を固定してしまうと薬指の動きが阻害されてしまいます。今度はグーの状態から広げてみましょう。まずは人差し指です。これはピンと伸びますね。次は中指です。これはちょっと危ない感じですが、このように真下に人差し指は伸びますが、もうこんな感じになってしまいます。では薬指。薬指も相当伸びませんね。そして小指。小指もこんな感じですね。では人差し指と中指を同時に伸ばすと、このように人差し指と中指同じぐらいになってしまいました。人差し指はちょっと伸びづらくなって、中指は45度ぐらいまでちょっと伸びるようになりました。薬指と中指。ここら辺はもう変わりませんね。そして薬指と小指。先ほどよりちょっと伸びてますでしょうか。小指は先ほどよりちょっと伸びます。先ほども言いましたが、この薬指と小指の関係、もう切っても切れない関係ですね。この関係を良くすることで、薬指を制御することができます。ここまで見てきた通り、各指はお互い影響し合いますので、その影響を無視した動きは当然ぎこちなくなり、力が入ったりするわけです。なので、指の動き、仕組みをすることは本当に大事なことなんです。では、指を空中で曲げてみましょう。脱力した状態からいっぺんに指を一瞬力を入れます。すると、クッと曲がった後、力が抜けた瞬間に指は戻りますね。これは戻しているんではなく、力を抜いた時に勝手に脱力状態のところに戻っているんですね。これが重要で、指は力を抜けば脱力状態の位置に戻る。当然のことですね。なので無理に戻す必要はないということです。各指を1本ずつ曲げてみて、どんな感覚なのかを体に叩き込みましょう。どの関節がどれぐらい曲がっているか。どういう曲げ方をしたらちゃんと曲がるのか。実は演奏している時に初心者の人は指をきれいに曲げて弾いているのではなく、ある程度曲がった時に腕で引っ掛けて弾いている人が多いですね。指は曲げて指だけで弾く、このイメージを感覚としてちゃんと覚えていなくてはいけません。これはまた後ほど解説します。薬指以外はその指だけで動かせるように、他の指が影響しない動かし方をちょっと研究してみましょう。ちなみに中指は薬指が曲がっている時に弾きますので、
そんなシビアにならなくてもいいかもしれません。人差し指を引くときと薬指を引くとき、ここがポイントになります。薬指を曲げたときにあまり中指が動かないようにしましょう。つまり中指にちょっと動かさない筋肉を入れるということですね。あんま力を入れすぎるとダメです。これがすごい繊細で難しい技術だと思います。そして薬指を動かすときは小指も小指を動かす勢いで薬指は曲げます。この2つの指はつながりがとても強いので、動かすときは両方の指に注意を払いましょう。まず手のひらで練習します。ただこれはカメラの都合上手のひらを使っていますが、このように太ももの上あたり、ここで練習しても構いません。これは弦があるとどうしても緊張してしまって理想の動きができないからです。水泳選手が陸の上で練習したり、スケート選手が靴を履かずに床の上で練習したり、ギターを持って弾くことだけが練習ではないんですね。では手のひらを用意して利き手を持ってきます。こちらの指は脱力状態より少し曲げて、そして親指をクッと反ります。これはアポヤンドという奏法の準備段階です。アポヤンドとは反った状態から戻す動作で弾く奏法です。詳しくはピカードの動画で解説していますので、そちらを見てみてください。概要欄に載せておきます。そして親指を戻す。弾く動作をしたら IMA。人差し指、中指、薬指をスッと手のひらに置きます。親指を引いたと同時に他の指を弾ける状態にスタンバイする。この動きです。力を入れすぎず優しく指を動かしましょう。そして今度は人差し指をクッと曲げます。クラシックスタイルの4連を弾く方はここは飛ばして大丈夫です。ちょっと聞き流してみてください。ちょっとして人差し指曲げ。ほっ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 。人差し指は曲げたまま戻さないようにしましょう。今度は薬指です。薬指は先ほど解説した通り、小指も重要です。小指と一緒に曲げましょう。さらに、フラメンコスタイル5連の人は、ここで人差し指をまた脱力状態に戻しましょう。薬指、小指と入れ替えるイメージです。そして薬指、小指は曲げたままです。ほっ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 。次は中指です。中指は指の曲げ具合のコントロールが難しいです。ちゃんと他の指と並ぶように指を曲げておきましょう。ちょん、ちょん、ちょん、ちょん。最後に人差し指です。この人差し指曲げた時に親指をまた反ります。すると一巡して最初の状態に戻ります。ちょん、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 ちょん。慣れていないと結構難しいです。どこでもできるので、電車の中でも病院の待合室でもどこでもできますが、大きな注意点としてニヤニヤしながらやってはいけません。職務質問されても責任は取れません。まずは慣れるまで毎日ちょっとずつ練習してください。手のひらじゃなくても太ももでも大丈夫です。そして慣れてきたら親指を引いた時に他の指をつけるのではなく、ちょっと空中で止められるようにしましょう。すごく繊細な技術なので、ゆっくり正確にできるように頑張りましょう。これから解説するいろいろなフォームは、指や手だけでは解決しません。体や肩、腕、出し方、角度までも重要になってきます。指が自然に曲げて動かせる位置を実現できる体、肩、腕のポジションも一緒に考えてみてください。では実際にギターを持ってみましょう。脱力状態で弦のところまで持っていき、親指は5弦に置き、他の指はちょっと握った状態にしましょう。ここで重要なのは、親指は6弦を弾きますが、5弦に置いてある時が一番リラックスした状態ということです。これが親指を弾いた後にフォームを
安定させる秘訣なんです。アポーヤンドは親指を反って戻すときに弦を当てます。その後、他の指を弾くときはずっと5弦に置いてあります。アルアリエの要領で親指が脱力した状態から曲げる動きで6弦を弾いて5弦に置くと非常に不安定になるんですね。この違和感を感じられるようにしましょう。5弦に置いた時にちょうど安定してるなという感じで持ち上げて6弦。親指を弾いた後にフォームを安定させるのはものすごい重要です。この弾いた後の安定がないと次の指、すべての指が不安定になります。ここをおろそかにしては絶対いけませんので、とことん練習してください。感覚をつかんできたら、親指を弾くのと同時に他の指をセットする動きを合わせて練習してください。この時、弦に触ってはいけないので、空中で指を揃える練習ですね。この最初に全ての指をきれいに準備しておくことが無駄な動きが抑えられていいフォームです。ここもとても重要ですね。次に IMA を全て一緒に弾きます。指を2弦に集めたら指がどれぐらい弦に触っているかを感じます。理想は2ミリぐらいでしょうか。これが指が入る深さが深すぎると指が弦の抵抗を感じます。するとその抵抗を感じた脳が指の力では弾けないと判断し、指を固めて腕を動かす指令を出してしまいます。これは本当に理解できない一瞬で行われるので、力を抜けとか腕を動かすなとか、そんな命令では全然間に合いません。ものすごい繊細な動きですが、この弦に触れられる位置、角度というのはものすごく重要です。これ何度も何度もゆっくりなスピードで正確に理想の位置が取れるように何度も何度も繰り返す必要があります。そしてうまくいったらいっぺんに弾きます。弦の抵抗を感じないように、ここでは音を出そうとか無理に思わず触るだけ、滑らすだけと思ってよいです。指を曲げる動きで弾きましょう。弾こうと思うと力が入ってしまうので、本当に曲げるだけのイメージができるといいです。それでも音は絶対に出ます。一番最小限の音を出せるのは実は結構難しいですが、指先のコントロールの感覚を覚えるのには役に立ちます。そして弾いた時に腕が動いてないかをチェックしましょう。指があんまり動かずに腕で弾いてしまってはいませんか？これは結構分かっていてもやってしまう人が多いです。やってないつもりでも動いたりしています。これを弾きながら感覚で感じ取るのは結構難しいんですね。スマホなので動画を撮影してみて確かめることをもうむちゃくちゃ推奨します。この動画の確認をやらないと、このフォームの形成は効果半減すると言っても過言ではありません。弾いてる時と録画した時の見え方は全然違います。このほとんどかからない手間をめんどくさがって形の悪いブロックを時間をかけて積み上げていき、結局うまく弾けないなんてもう悲しすぎます。これをやるだけで10メートルの高さから100メートルの高さまで伸びる要素があるんです。もう騙されたと思って一度やってみてください。指をちゃんと曲げる動きで抵抗なく弾いていれば腕はほとんど動きません。この振り抜ける感覚をまずは覚えておきましょう。感覚に叩き込むんです。そしてちゃんと振り抜けるかは腕の角度や肘の位置、ここら辺もとても重要になってきます。弦の抵抗なしで弾ける位置をいろいろな角度や位置で確かめていきましょう。特に手の高さはとても重要です。私はちょっと曲がった位置でちゃんと用意できる位置がベストだと思っています。次は親指が弾けて
用意ができたら人差し指ですね。クラシックスタイルの人はここはなんとなく聞いておいてください。人差し指はさほど難しくないと思います。この時に指を固定して腕で弾かないこと。そしてさっきいっぺんに弾いた時のように弦の抵抗を感じず弾くようにしましょう。分かんなくなったらまた全部弾いて感覚を取り戻しましょう。次は薬指ですね。解説した通り小指も一緒に曲げます。小指を固定すると薬指の動きが大きく制限されてしまいます。そして5連のトレモロをしている人はここで同時に人差し指を戻します。実際に速いスピードでもう綺麗に動かないかもしれませんが、理想の動きを練習しておくことは非常に重要です。薬指はこの位置のせいか結構弦に引っかかります。先ほどいっぺんに弾いた時、その時と同じように抵抗を感じない位置を探しましょう。角度もそうですが、手の位置、上の方にあると指が伸びてしまい弾きにくくなります。うまく薬指が曲げられるよう手の位置を、角度を頑張って探してみてください。実は中指は結構外す人、音が弱い人が多いです。解説した通り力を入れて指の間を広げて曲げてしまうと中指が引っ込んでしまいます。それと、連符の真ん中の方なので意識が薄れてしまうというのもあると思います。地味に気をつけなくてはいけないのが中指です。用意している時点で中指が引っ込んでいないことを最後に人差し指です。弾いたと同時に親指を反ります。これは同じ弦を弾くとき、上に行くとき、アポヤンドで弾くときの動きになります。人差し指は独立して動かせるので、あまり難しい動きではないと思いますが、拍の最後の音ということで、次の親指に意識が入ってしまい、実はあまり音が出てないということは多くあります。ちゃんと最後まで注意して音が出ているかを確かめてから次の拍に行かなくてはなりません。今までの親指の動きはアポヤンドで弾くイメージですね。しかしほとんどの場合違う弦を弾きます。6545という感じですね。6弦から5弦を弾くとき、親指は5弦に置いたままそのまま弾きますが、弾いてるフォームはアポヤンドになります。つまり5弦を弾くときは重心を4弦持っていき、親指は反って5弦を弾いていることを意識してください。この目に見えづらい重心の移動が難しいです。すべてアルアイレで弾いていればそこまで問題にはならないでしょう。アポヤンドで弾くときは必ず弾いた後、触っている弦に重心を置くように注意し、感覚を磨きましょう。では、実践的エクササイズに入りますが、フォームが安定してない人は必ずフォームが安定してからにしましょう。急ぐ必要はありません。一つ目のエクササイズは、親指は6弦、IMA は2弦を弾きます。1弦があることで、指が暴れた時にすぐわかるからです。どの弦を弾いていても、同じフォームで弾けるのが理想です。弾いた時に、すべての音がちゃんと出ているかを感じ取ります。ドタタタタ、ドタタタタ。4連なら、ドタタタという音ですね。力が入ってないか、指は曲がっているか、暴れていないか、腕は動いていないか、いろいろなポイントをチェックしましょう。このエクササイズで徹底的にフォームを完成させます。理想は15分、徹底的に同じフレーズを弾いて、
2、3分休んでまた15分というようにして、4セットぐらいできるといいと思います。なぜかというと、ある程度動きがあるフレーズの練習だと、フォーム以外にも意識が入ってしまい、重要なフォームの練習にならないからです。何も邪魔されないレベルのエクササイズで、徹底的に理想のフォームを作り出します。最初の方はただただ繰り返す作業に感じますが、だんだん余裕が生まれて、いろいろな感覚が感じられるようになります。意識が研ぎ澄まされてきて、そこで頭が勝手に、力が入ってるかも。腕がちょっと動いてるかも。など、指や腕の感覚をもとに頭が動き出します。その言葉に無理に合わせるのではなく、さらに指の感覚に集中させることで、力が抜けてるかも。指が深く入りすぎてるかも。など、どんどん感覚が伝わってきて、その感覚に集中していると、勝手に脳が指が深く入りすぎないように修正してくれます。無意識のうちにうまくいってない時に、脳が理想の動きを覚えていれば、その理想の動きに修正してくれるんですね。この練習はこういうフォームを作り込むときにとても効果を発揮します。長くやっているうちにいろいろなところが修正されていき、急に音が良くなったり、力が抜けたり、どんどん修正されていきます。必要なのは気力だけです。力が入りすぎていると指を痛めてしまうので注意が必要です。必ずゆっくりのスピードで力まずにやりましょう。スピードはフォームが出来上がってから上げないといけません。フォームができていないのに速いスピードでやるとどんどんできてないフォームが体に染み込んでしまいます。つまり悪いフォームを練習しているということなんですね。これはやってはいけない練習を解説した動画を見てください。意外にやっている練習多いと思いますよ。概要欄に載せておきます。このようにこれを15分続けます。たまに失敗しても全然構いません。とにかく理想の動きを求めて感覚が研ぎ澄まされるよう、重要なところに感覚が意識がいくまで練習しましょう。次は親指を6、5、4、5と移動するパターンです。親指はフォームを崩す一番手です。どの弦を弾いてもフォームが崩れないようにしないといけません。まずは他の指はフォームを維持して待ってるだけにしましょう。親指だけ弾きます。そこで手が動かず弾けるようになったら他の指を動かしましょう。この時も IMA は2弦を弾きます。無理に音を出そうとすると簡単にフォームが崩れてしまいます。音の大きさは気にせず、ただただ弦の抵抗を感じずに弦を弾ける指の動かし方をいろいろ試してください。2拍目以降の親指の意識が薄れないよう、ドタタタタ、ドタタタがちゃんと聞こえているかを確認しつつやりましょう。時々録画や録音をしてイメージ通り音が出ているかを確認しましょう。お疲れ様です。長かったですね。一気に進めるのではなく、ゆっくりと徐々に進めていきましょう。焦りは禁物です。トレモロ以外にも十分通じるテクニックなので、これができるようになれば特にアルペジオなども同時にどんどんレベルアップしていくと思います。他にもいろいろ解説動画を作っています。おすすめをいくつか概要欄に載せておきますので、興味があるものを見つけて見てみてください。トレモロ動画は毎週水曜日に上げています。まだまだ伝えきれていないこともありますので、見逃さないようにしてください。たまにライブ放送もしています。動画にコメントでも良いですが、ライブでも質問を受け付けていますので、ぜひ見逃さないようにチャンネル登録お願いします。次の動画を作る意欲が湧きます。もっとこういう動画作ってよって思った方はですね、いいねボタンを押して応援してください。コメントでも大丈夫です。それではまた次の動画でお会いしましょう。